はい、こんにちは。カーリーガールメソッド挑戦中のみほれです。今回はちょっと個人的なお話挟ませてもらいます。私がどうやって宿毛矯正から地毛に戻してきたのかっていう原因だったり過程だったりっていうのを、少しちょっとお話しさせてもらいたいなと思っています。残念ながら私はこのカーリーガールメソッドっていうものを知らなかったので、もう本当に自力でやったバージョンになりますが、せっかくなのでよかったら、聞いてもらえたらなと思います。まずこれ2013年の12月かな。当時30、独身でね、彼氏もいなくて必死だったわけですよ。美白もせないかんとか、髪の毛もねサラサラやないといかんかなっていう。その宿毛矯正は、毛先までまっすぐにせずにちょっと C カール入れたりとかすることもできますよっていう、当時の私にしたら結構画期的やなと思った宿毛矯正だったんです。で、結果はもう素晴らしいもので、本当にすごいサラサラになって、もう当時は気に入って、やってました。とはいえど、生えてくる毛は全然質の違うものなので、半年に1回とかかな、繰り返していってました。で、2014年の夏ですよ。忘れもしない。円形脱毛になりまして。そう、オフィスで仕事してて、肘ついてね、テーブルに。で、なんか考え事してたと思うんですよね。で、と思って、こういった時に、って、急に髪の毛と髪の毛の間に肌が出現したんですよ。サイズはもうこれぐらいあったと思います、本当に。このね、耳のちょっと後ろのところにできて、携帯で撮って、見て、うわーって、ハゲたーと思って。もう、誰にも言えないですよね。ハゲたって。ハゲたこと自体のまずショックですよ。ね。ハゲるのって本当に。で、もちろん皮膚科の病院に行ってみたりとか、美容室にも行って、そのストレートしてたところの美容室にも行って相談もしたりとか。で、なんか美容師さんからしたら何の珍しい話でもなくて、もっとなんかすごい人いますよとか、いろいろ話を教えてくださったりとか、もう本当に精神的なものだったりっていうのが、おそらくストレスとかね、強いんじゃないかな。で、原因が分かんないんですよ。原因が何が原因でこないなってんっていう、その元が分からないから、何直したらいいんかっていうのがもう分からないんで、もう自分でもそのね、ストレスレベルをちょっと減らすようにしなあかんなとか。ただその皮膚科の病院でもらった薬、塗り薬くださって、しばらくしてくると、ちょろちょろ生えてきます方、最初の1、2ヶ月は辛かったけど、時間薬だと。で、また目立たないとこだったのでね、私の場合、ありがたいことに。で、ただ、それで終わらず、ひどい時で、4、5箇所できたのかな。こことか、こことか、こっちの反対にもできたし、こことかもなんか、覚えきれないぐらい、ここが治りかけたらこっちができて、もう一個できて、ほんでまたこっち治りかけたらここできてとかの、ほんともう、合計わかんないですもん、何個できたか。で、ね。なんか、どっかのタイミングで、なんであの人あそこだけ髪の毛短いんやろみたいな気づいてくださった方がいてたかもしれないんですけど、これ、わかります？この謎の短い前髪でもない。これも、そうなんです。結構、これはちょっと思い切ったところにできたんで、正直焦ったんですけど、そんなこんなで、ハゲたんですわ。とりあえず。で、宿毛矯正当ててたんですけど、ちょっとやめようかなと。その冬か2015年を最後にやめました。やめてから、でそっからがね、最初の1年は全然
大丈夫、ほとんど。私も長かったんで、ちょっとぐらいね、1年弱ぐらいまでかな、生えてきても、下の髪の毛の重みで引っ張ってくれるっていうのもあったんで、その後ですよね、割合が、ここまで地毛ってここまでってなった時のその対処法で、その当時行ってた美容室で勧められたのがヘアアイロンで、下のストレートの方の髪を巻く。これも今考えたらね、えらいことやってしまってたなと思うんですけど、巻いて全体も巻いてしまうことで、分かりにくくする、それもええな思ってやったんですけど、私ねもうめんどくさがり屋なんで、髪の毛をねそんな毎朝巻くなんてねできるわけはないんですよ。長続きはしなかったですね。でそこって帽子かぶったり帽子かぶってもう帽子かぶって、でもう髪の毛くくったりとか、もうアップしてヘアターバンとかちょっとそういうのもし始めたりとかして、もうヘアターバン気に入ってからはもうヘアターバンのオンパレードだったりで、2019年入ったぐらいかな、もう全部がもう完全にその頃にはもう地毛になって、そこからは髪の毛下ろしたりする日も出てきてました。で結局私も地毛に全部戻したものの、このカーリーガイルメソッドに出会うまではこう自信を持って髪の毛を下ろして出かける、特にちょっといいレストランとかホテルのねレストランなんかにご飯行きますよっていう時なんかはもう下ろしていけないですよね。それを考えると本当にこのカーリーガールメソッドのおかげさまで、そういう場に行く時も髪の毛ねこうやって下ろして出かけられるようになったので、本当に良かったなと思っています。これからもしね地毛に戻したいんですっていう皆さんにはすごく助けになると思います。で私の場合相当時間かかりましたけど、これやってるともっと時間は短縮できてたはずなので、あとは髪の長さもあると思いますね。それぞれ皆さんのこうしておきたいっていう髪型に合わせて少しずつ地毛に戻していくっていうことはもちろんできますし、でやっぱりこのカーリーガールメソッドが助けになると私は思っておりますので、今までご案内しているこのカーリーガールメソッドのやり方っていうのに宿毛矯正の髪が残っていても始めることをまずおすすめします。本の中でも宿毛矯正からカーリーヘアにこういう風に変えていったらいいよっていうアドバイス書かれてるので、改めてご紹介させてもらいたいなと思っております。まずはカーリーガールメソッドに切り替えるところから頑張っていきましょう。それではまた来週お会いしましょう。またねー。まあ